おはよう、こんにちは、こんばんは。ベンジーだよ。今日は2024年の暮れから2025年の初めにかけてマシュマロで募集したコメントを紹介するよ。動画勢って一方的な発信になりがちだから人の考えを聞くのってすっごく楽しいってことに気がついた。コメントくれた方、どうもありがとう。早速紹介していくな。まず1個目。でーでん。これは2024年のマロかな。今年は娘が専門学校に受かって親子で喜びました。すごい。これからもおめでとう。これはお父さんかお母さんからのマロだね。専門学校って何を学ぶかによって難しさが全然違うけど、受かって喜んだってことは難しい感じの学校だったのかな。受かるかどうかで人生変わっちゃうこともあるから、自分のなりたい人に近づけて本当によかった。学生さんって反抗期の最中の人もいるけど、親子で喜んだってとこもポイント高いね。教えてくれてありがとう。俺も幸せお裾分けされちゃった。お父さんかお母さん、そして娘さん、おめでとう。学校生活頑張ってね。1個目のおまろでした。2個目のマロだよ。でーでん。これは、2025年のかな。今年の抱負、後悔のない生き方をする。毎年こんな感じです。すごい。なんか男前だね。もしかしたら女の人かもしれないけど、漢字の漢という字に前と書いて、男前って感じがする。かっこいい。なんか、いろいろ綺麗な言葉を並べることはできると思うんだけど、この人は自分を飾ろうとしてないんだよね。後悔のない生き方、すっごく素敵だと思う。人生ってのは、一瞬一瞬の選択、道の選び方だって偉い人が言ってたけど、この人はその一瞬一瞬を間違えずに選択していくってことを言ってるんだよね。めっちゃかっこよくない？俺も人生において後悔ってほとんどない人なんだけど、すっごく共感できた。そんなあなたの人生の行く先に幸多からんことを祈ってるよ。いい抱負に出会えて勉強になった。ありがとう。2個目のマロでした。3つ目のマロだよ。でーでん。レシートマロだったから、スペースの都合上上の方だけ。サンタからお年玉のフリーゲームマロです。数字が小さいものほどおすすめです。これね、去年の暮れにも来たんだけど、みんなに送ってるのかな？おすすめのフリーゲームが15個ぐらいザーって書いてある。去年も面白そうなのやってみようかなって思ってたんだけど、潔く忘れてた。4つ目まで表示してるから読んでいくな。1、芸春ミステリー、初日の出殺人事件。レトロな推理ドラマ風短編アドベンチャーゲーム。お正月向けって感じ。2、白雪姫の毒みかん。冬はこたつでおばあちゃんのアレンジ童話の展開を推理しよう。これも冬だね。3、年越しそばらない RPG。年越しそばを食べるな。なんかこの辺からだんだん面白くなってくるよね。で、個人的に一番気になってるのが、4番目のお正月超短編 RPG お正月用っていうやつ。
あのー、おしょうさんが二人っていう意味で、おしょうが2なんだよね。なんか、昔からあるギャグみたいな感じらしいんだけど。ちょっと待ってね。気になるから、調べてみる。ちょっと待ってね。フリームっていうところのフリーゲームみたい。プレイ時間10分以内。超短編 RPG、老夫婦の下ネタの旅、お正月よ。待って、老夫婦っていうことは、二人の和尚さんは夫婦なのかな？男性と女性で。ゲーム紹介。魔王にさらわれた孫娘を助けるために旅に出た和尚二人旅。このゲームの特徴をリストアップ。お正月用。下ネタがある。特徴に下ネタがあるって入っちゃう。レベルアップの仕方に特徴がある。なんか、下ネタを言うとレベルアップするとかが。プレイするのに許可は、実況放送するのに許可はいらないみたいなんだけど、ちょっと下ネタだからね。ちょっと我慢しておく。いやー、めっちゃ気になる。でも下ネタだから、どうかな。保留。みんなに送ってるのかどうかも気になるところだけど、とりあえずフリーゲームの面白そうなの紹介してくれるから、助かってはいる。趣旨とは違うんだけど、どうもありがとう。来年もよろしくね。これが3つ目の丸でした。4つ目の丸だよ。でーでん。僕は神様になってみんなが幸せになれる世界に作り変えたいって夢があるんですけど、ベンジーさんはどう思いますか？間違った。ベンジーさんはどう思いますか？びっくりマーク3つ。俺に問いかけるタイプ。新しい。じゃあ、俺がどう思うかで答えるね。夢は目標と違うから、どんな夢があったっていいと思う。特にこの人は、みんなが幸せになれる世界を望んでるから、すごくナイスな夢だと思う。神様になって世界を作り変えたいの、作るっていう字は、想像する方、クリエイティブの方の作るっていう漢字を使ってるし、神様になることの意味をよく理解しているように感じる。神様になったら、どんな自分勝手だってできるのに、みんなが幸せにって、この人はすごく優しい人なんじゃないかなって、俺は思った。この願いが出るってことは、当たり前だけど、みんながみんな幸せじゃないってことで、遠くの戦争や近くの災害地に思いを馳せる。あなたがもし神様になったら、どんな雑用でも引き受けるから、連絡してね。でも、優しい人っていうのは、優しくない人のネガティブを過剰に受け取ってしまいがちだから、心の健康に気をつけてねっていうのは言っておくね。あなたの夢を応援してるよ。夢を聞かせてくれてありがとう。4つ目のマラでした。次が最後のマラだよ。5個目。でーでん。おはベンジー。おはベンジー。
年の目標は自分が今まで触れてこなかったジャンルの音楽をたくさん聴くことです。頑張ります。俺も音楽好きなんだ。音楽って歌詞をよく聞くことで人生観が変わったりするから、違ったジャンルの音楽を聴くのはいい目標だと思う。俺も普段聴かない外国の歌やラップを聴くと、なんだかいつもと違う気分になるな。個人的なおすすめは K-POP や日本の女性ラッパー。日本の荒削りなバンドソングも好きだけど、K-POP は完成されてるところがすごいし、まだまだ男性が多いイメージのあるラップ業界で頑張ってる女性はかっこいいなーって思う。もしよかったら聞いてみてね。頑張りますって書いてあるから、何か目的があって違うジャンルの音楽を聴いてみようって思ったのかな。どんな経緯があってそうなったのかなって考えると興味深いね。頑張ってな。目標を聞かせてくれてありがとう。最後、5個目のモロでした。今回のマシュマロはここまで。いろんなことがあったり、いろんな考えがあったり、すっごく楽しかった。また、たまにマシュマロコーナーやりたいな。マロがつまらなかったらできないから、もしまた募集したら、どんな小さなことでもいいから聞かせてね。マロを送ってくれた人も、この動画を見てくれた人もありがとう。はじめましての人は、普段は主に眠れる ASMR で活動してるから、X、YouTube、ファンボックスのフォローよろしくね。お初いは癒しを意識してるから、寂しい人や辛いことがある人にも見てほしい。じゃあ、第1回、ベンジーのマシュマロを読もうの回はおしまい。また、俺のところに帰ってきてね。またな。おっつベンジー。